起きてます。そんなにわかりやすかったですか？昔よく聞いていたラジオ番組なんです。こちらに出てくる前に。あの場で口に出したらはしゃいで止まらなくなっちゃいそうだったので、夜にあの語りと音楽を聴くと涼しい風が通り抜けるみたいに心が落ち着いて、本当にいい夜を過ごせるんです。ただいまジュース取ってきた。いろいろ大変かもだけど収録頑張ろうってことでありがとう二人とも。今日は頑張ろう会だね。またみんなでラジオに穏やかに夜は更けていきます。デイトアワークルーズ、22時までの30分間。私たちアルストロメリアと夜の船旅へ参りましょう。こうして聞くとちゃんとできてるかな。大丈夫。落ち着く夜の雰囲気感じたよ。よかった。収録中はいろいろ考えていっぱいいっぱいだったから。話し方とか声の高さとか気をつけたいこといろいろある。お昼の収録だけどちゃんと夜っぽく。夜の時間だからかな。リスナーさんが打ち明け話を送ってくれたりするし、リスナーさんたちとアマナたちだけのおしゃべりみたいな感じ大事にしよう。そうだ、お便りのコーナーも上手にできてるといいな。投稿選ぶ時から難しかった。どれも素敵で悩んじゃったね。夜の高速道路を走りながら聞いてくれるトラックのドライバーさん。夜中勉強の BGM にしてくれる受験生さん。子供を寝かしつけた後一息つく間にお便りを書いてくれるお母さん。電波の向こうには十人十色の夜が広がってるんだなーって。みんなの夜教えてもらったみたいで、てんか楽しかった。アマナもあったかい気持ちになったな。そうだ、アマナちゃん気になってたよね。ティータイムのこと書いてくれた方のお便り。
そう、お仕事と家事が済んだらカフェインレスの紅茶でちょっと贅沢するんだって。大人の夜って感じでいいよね。ああ、天野ちゃん、天下ちゃん、次のテーマ、ティータイムってどうかな？それいい。お昼じゃなくて夜のティータイム。だったら夜カフェ特集とか。ナイスアイディア、天下ちゃん。どんなところがあるかみんなで調べよへへ、この時間に来るだけでなんだかワクワクしちゃうね。お昼に入るカフェとは少し違う世界だよね。夜限定ラムレーズンのパフェ。天下ちゃん大人っぽい。いいなあ。いろんな人がここで夜を過ごしてるんだね。それにこのみんなを包み込むような優しい音楽、ボサノバかな。ゆったりなんとなく聞きながら声をちょっと潜めて、時々本音をこぼしたりして、そういう雰囲気ちょっと似てるよね。ゆったりまったりでちょっぴりドキドキ。贅沢な夜のティータイムということで、先日3人で夜カフェにお邪魔してきたんです。いつもより小声で大人なお話しました。そうやって雰囲気を壊さないように話していると距離が自然と近づいて一緒にはにかんじゃったり、そんな大切な人と過ごす夜のひとときに一曲ボサノバはどうでしょう。ありがとうございます。カフェで聴いた音楽を思い出しながら選んでみたんですが、続いてはリスナーの皆さんからいただいたお便りの紹介です。ありがとうございます。それはとても光栄です。初めてのイベントを私たちに任せていただいて。そうだったんですね。
りがとうございます。その個人的にも私のラジオはレイトアワークルーズをお手本にさせてもらっているところがあって、ちょっとした間の取り方とかリスナーさんへの寄り添い方とか、最後まで素敵な夜の後悔をお届けできるよう精一杯頑張りますね。あ、その夜のゲームとか話したいなってみんなと言ってました。はい。あとおすすめの曲があってゲームな。アマナ、そろそろお部屋に行くね。天下ちゃんは？もう少し進めてから。そっか。じゃあおやすみ。おやすみなさい。なあちゃん？やっぱりここにいてもいい？ラジオのお便りここで読もうかなって。このリスナーさん、夜にゲームするの好きなんだ。それ見たい。待って。クリア。やったね、天下ちゃん。えへへ。ラジオネームよいっぱりさん、ありがとう。夜に友達とオンラインゲームいいよね。ステージ進めたりおしゃべりしたり。隣で静かに見てるだけでも楽しいんだ。お話ししなくても同じ夜を分け合えてるっていうか、不思議だよね。こういう間が言葉のない時間があるからこそ同じ夜を過ごしてるなって強く感じるの。そばに座る2人だけじゃなくて電波の向こうの皆さんと。
本当に終わってしまうんですね。本当にいい番組だと思っているので、私とても残念です。いい締めくくりができるように頑張りますね。ラジオ最後まで雰囲気いい感じにします。プロデューサーさん、順調だよ。次の回のトークテーマも決まったし。プロデューサーさん、もしかして公開収録のことで？やっぱりプロデューサーさんもツイスター見た？ちょうどみんなで考えてた。最終回何話そうとか、いろいろどうしようって。リスナーさんやファンの皆さんが納得できる夜にできたら、そう思うんですが。一番いい終わり。今夜のクルーズもそろそろ終わりのお時間です。そして残るクルーズもあと2回。最終回は番組初の公開収録を行います。
なんだろう。今日ね、夜の空気、めっちゃ感じた。夜っぽさ、出せるようになった、と思う。でも、もうすぐ。私たちパーソナリティは目に見えない誰かに声が届くといいなってそう願いながら話すと思うの。お便りを出す人もね、どうかこの言葉が届きますようにって思いを込めて書く。パーソナリティの人にもリスナーさんにも届きますようにって。実は私もそういう気持ちでラジオに投稿していたことがあったの。千雪さんも。同じ時間に同じラジオ番組を聞いている。暗い海を星明かりを頼りに一緒に渡る人たち。あの淡いつながりが好きだったな。そっか。ねえ、プロデューサーさんの言ってた一番いいと思う夜の終わり、覚えてる？それってやっぱりこれまでの放送の録音とか台本とかって確認したりできるかな？取材したくって、公開収録のテーマトークのために。それで知りたくなった。今までのみんなのお便りとか、いろいろ。つながりを大切にしたいって思うんです。だから今夜のクルーズは重ねてきた夜についてお話をしましょう。夜の帳が降りる時間です。皆さんお疲れ様でした。これからは荷物を下ろして安らぐ時間。ずっと夜更かし、その後はぐっすり一緒に過ごしてくれてありがとう。日は巡り、また夜が来る。移りゆくからただまりたくもなるけれど、
夜のクルーズは重ねてきた夜についてお話をしましょう。夜の帳が降りる時間です。疲れちゃってバタンと寝ちゃいたいような夜。寂しいなって誰かの声を聞きたくなる夜。どこか遠くに自分を分かってくれる人がいるかな。そんな気持ちで星を眺める夜。スピーカーを引き寄せて声のぬくもりに癒された夜。お便りを読まれてぐって手を握っちゃった夜。楽しいこといっぱいしたいなって夜。どんな夜もあなたのそばに。今夜はこの曲で皆さんの夜を祝福できたらと思います。また夜にお会いしましょう。